出演できなくなったって、たった今、連絡が。彼らは鳥なのに、このままじゃフェスが。青ざめた彼女の声が、喧騒にかき消されそうになりながら、俺の耳に届いた。ここは駅前の広場。彼女が企画した手作りの音楽フェスティバルは、昼過ぎから多くの観客を集め、順調に進んでいるように見えた。熱気と笑顔に包まれた会場。だが、日が傾き、メインイベントの時間が迫る中、最悪の知らせが舞い込んだ。トリを務めるはずだった今をときめくバンドが土壇場で出演できなくなったというのだ。原因はわからない。だが、彼女のディレクターとしてのキャリア、いや、彼女自身の夢そのものが、今、崖っぷちに立たされていることだけは確かだった。スタッフは混乱し、インカムからは怒号のような声も聞こえる。どうしよう。中止しか、ないのかな。彼女の肩が小刻みに震え、こらえきれずに涙が頬を伝う。みんな、あんなに楽しみにしてくれてたのに、私のせいだ。私の責任だ。観客席からも、どうしたんだ？まだ始まらないのかと、不穏な声が上がり始めている。このままでは、彼女が心血を注いだこのフェスは、最悪の形で幕を閉じることになる。彼女の未来も、観客の期待も、すべてがついえてしまう。その時、俺は無意識に一歩前に出ていた。古びた写真館の店主で、ギターなんて何年もまともに触っていない俺が、何をできるというのか。それでも、彼女の涙を見ていたら、じっとしていられなかった。俺は彼女の前に立ち、静かに告げた。俺が、ステージに立ちます。周囲の空気が凍りついた。え？彼女が涙に濡れた瞳で俺を見上げる。スタッフたちのいぶかしげな視線が突き刺さる。何を言ってるんだあんたは。冗談はやめてくれ。だが、俺はもう決めていた。観客のざわめき、スタッフの困惑、そして彼女の絶望。そのすべてを飲み込んで、俺は背負っていた年季の入ったギターケースに手をかけた。この錆びついた弦が奏でる音が、凍りついた俺自身の心を溶かし、やがて、この街の音楽シーンに小さくない波紋を広げることになるなんて、この時は、まだ誰も知る由もなかった。俺の名前は奥野公平、35歳。古びた商店街の一角で、シャッターが半分錆びついた写真館を細々と営んでいる。いや、正確には、継いでいるだけだ。親父が残したこの場所を、ただ守っているに過ぎない。埃っぽいカウンターの奥、年季の入った木の椅子に腰を下ろし、ため息とともにカレンダーを見上げる。今日も予約は数件、七五三の前撮り、それから証明写真が数組。それだけだ。観光客が物珍しそうに。店の前を通り過ぎることはあっても、この錆びれた写真館の扉を開ける者は少ない。奥野さん、こんにちは。軽やかな声とともにドアベルが鳴り、近所の花屋の奥さんが顔を出す。ああ、どうも。俺は顔を上げることもなく、ぶっきらぼうに答える。我ながら愛想がないとは思うが、今更取り繕う気にもなれない。先日お願いしていた息子の七五三の写真まだですかね。もう1週間経つんですけど。奥さんの声にはわずかな苛立ちが滲んでいる。無理もない。他の写真館なら、とっくに出来上がっている頃だろう。すみません。もう少しかかります。そうですか。なるほど。まあよろしくお願いしますよ。あの子も楽しみにしてるんで。言葉とは裏腹に、その小姉には諦めにも似た響きがあった。写真に心がこもってない。客の誰かがそう漏らしていたのを俺は聞き逃さなかった。わかっている。今の俺が撮る写真には被写体の魂が映らない。ただ、そこにあるものを機械的に記録しているだけだ。技術だけは親父に叩き込まれたから、それなりには撮れる。だが、それだけだ。奥さんが気まずそうに出ていくと、店内には再び重苦しい沈黙が訪れる。窓から差し込む午後の光が、床の傷や壁のシミをくっきりと浮かび上がらせている。まるで、今の俺の心の中を映し出しているかのようだ。昔はこんなんじゃなかった。
いや、昔の話はどうでもいい。カウンターの引き出しからくたびれたアルバムを取り出す。そこに貼られているのは、俺が子供の頃、親父が撮ってくれた写真の数々だ。どれもこれも温かくて、どこか懐かしい匂いがする。被写体の笑顔が写真の中から溢れ出してくるようだ。親父はどうやってこんな写真を撮っていたのだろう。俺は親父のようにはなれない。閉店時間を少し過ぎた頃、最後の客を見送ると、俺は店のシャッターを半分だけ下ろした。そして、店の奥にあるスタジオへと向かう。そこは、かつて親父が数々の家族の笑顔を切り取ってきた場所であり、そして、俺にとっては、息苦しい記憶が染みついた場所でもある。スタジオの隅には、埃をかぶった黒いギターケースが立てかけてあった。親父の形見だ。若い頃、親父も音楽の道を志していたと、母から聞いたことがある。結局、プロにはなれず、写真館を継いだけれど、そっとケースを開けると、使い込まれたアコースティックギターが現れた。ボディにはいくつかの傷があり、弦も錆びついている。だが、それは紛れもなく、親父が生きた証の一部だった。このギターを見るたび、胸の奥がズキリと痛む。無性にギターに触りたくなった。何年ぶりだろうか。指が弦の感触を覚えているだろうか。世界的なギタリスト、リカルド・バルガス。彼のような自由な音をかつて俺も追い求めていた。このギターで、どれだけ彼の曲をコピーしたことか。ゆっくりとギターを抱え、古びたスツールに腰掛ける。スタジオの中は、ひんやりとした空気に包まれていた。窓の外はすっかり暗くなり、商店街の喧騒も今は遠い。深呼吸を一つ、そして震える指先でそっと弦をつまびいた。ポロン。くすんだ、しかし確かな音が静寂の中に響き渡る。最初はぎこちなかった指の動きも次第に滑らかさを取り戻していく。目を閉じると、かつて親父が好きでよく弾いていた懐かしいメロディーが自然と指先から溢れ出てきた。それは物悲しくも美しい優しい調べだった。音が空気を震わせる。音が壁に反響する。音が俺の心の奥底に眠っていた何かをゆっくりと揺り動かしていく。夢中でギターを弾き続けていた。どれくらいの時間が経っただろうか。ふとスタジオの入り口に人の気配を感じて、俺ははっと我に返った。演奏を止め顔を上げる。そこには一人の若い女性が立っていた。年の頃は20代後半だろうか。大きな瞳を驚いたように見開き、息を飲んでこちらを見つめている。手には小さなボイスレコーダーが握られていた。女性は戸惑ったように声を震わせながら一歩スタジオに足を踏み入れた。すみません。勝手に、あまりにも素敵な音色だったので、つい。俺は無言で彼女を見つめた。見慣れない顔だ。こんな時間に一体何の用だろうか。警戒心が頭をもたげる。どちら様ですか？低い声で尋ねると、女性は少しひるんだように肩をすくめたが、すぐに気を取り直したように微笑んだ。申し遅れました。私、FM 桜の佐伯里奈と申します。今、新しい番組の企画で、この辺りを取材していまして。彼女はそう言うと、慌てて名刺入れから名刺を取り出し、俺に差し出した。FM 桜、佐伯里奈。小さな文字でそう書かれていた。FM 局の方が、こんな錆びれた写真館に何の用ですか？俺の言葉には、トゲがあったかもしれない。だが、リナと名乗ったその女性は、ひるむことなく、まっすぐに俺の目を見つめ返してきた。先ほどのギター、あなたが弾いていたんですよね。すごく心に響きました。あんな音、私初めて聞きました。彼女の言葉には、嘘や追従の響きは感じられなかった。ただ、純粋な感動が、その瞳をキラキラと輝かせている。暇つぶしだなんてそんな、奥野さんでしたよね。表に看板が出ていましたから。リナはなおも食い下がってくる。その瞳は何かを発見した子供のように輝いていた。奥野さんのギターには、なんて言うんでしょう。
風景が見えるんです。ただ音が鳴っているんじゃなくて、その音の一つ一つに物語があって、感情があって、聞いていると胸が熱くなるんです。私地元にはこんなに素晴らしい才能が眠っているなんて、思ってもみませんでした。私たちの番組は、そういう地域に根ざした輝きを発掘して、リスナーの皆さんに届けたいんです。あなたの音楽は、きっとたくさんの人の心を動かす力があると思います。彼女は一気にそこまでまくし立てると、期待に満ちた目で俺を見つめた。その熱意は、かつての自分を見ているようで、少しだけ眩しかった。もしよかったら、私たちの番組に出ていただけませんか？あなたのギターをもっとたくさんの人に聴いてもらいたいんです。その真摯な眼差しに、俺は一瞬言葉を失ったが、だが、すぐに首を横に振る。ありがとう。そう言ってもらえるのは嬉しいです。でも、俺はもう、人前で弾くつもりはないので、以前のようなトゲトゲしさではなく、少しだけ困ったような、そんな響きが声に混じった。どうしてですか？何か理由があるんですか？リナは諦めきれないといった表情で問いかける。その純粋な疑問が俺の心の奥深く、固く閉ざした扉をノックする。理由か。ありすぎるほどに。昔、少しだけ本気で音楽をやろうとしていた時期があって、俺は自重気味につぶやいた。でも、才能なんてものはそう簡単には花開かない。それに音楽で食べていくのは本当に厳しい世界なんですよ。それはかつて親父が俺によく言っていた言葉でもあった。浩平、お前がギターを好きなのはわかる。だがな、音楽だけで食っていける人間なんてほんの一握りだ。趣味でやるならいい。だが本気でプロを目指すなんて無謀だ。親父は俺が音楽にのめり込むことを心よく思っていなかった。写真館を継いでほしい。安定した生活を送ってほしい。それが親父の願いだった。俺は反発した。リカルド・バルガスのようにギター一本で世界を渡り歩くんだと本気で信じていた。だが、現実は厳しかった。バンドを組んでも鳴かず飛ばず、ライブハウスの客はまばら。焦りと苛立ちだけが募っていく日々。少し疲れたんです。音楽に。俺はリナに、そうとしか言えなかった。だから、すみません。あなたの期待には応えられません。俺の言葉にリナはうつむいた。長いまつげが震えている。きっと、がっかりさせてしまっただろう。そうですか。無理を言ってすみませんでした。絞り出すような声だった。彼女は深々と頭を下げると、名残惜しそうにスタジオを見回し、そして静かに出て行った。パタンとドアが閉まる音。そして、店のドアベルがチリンとなり、遠ざかっていく足音。スタジオには、また俺一人だけが残された。先ほどまでの熱気が嘘のように空気が冷たく感じる。親父のギターが無言で俺を見つめているような気がした。これでいいんだ。俺は自分に言い聞かせるようにつぶやいた。だが、胸の奥で何かが小さくうずいているのを感じていた。リナのまっすぐな瞳。彼女の言葉。あなたの音楽は、きっとたくさんの人の心を動かす力があると思います。その言葉が、まるで小さな石のように、俺の心のよどんだ水面に投げ込まれ、静かな波紋を広げ始めていた。あの夜から数日、俺の日常は相変わらず静かに過ぎていた。シャッターを開け、カウンターに座り、たまに来る客の証明写真を撮る。そんな単調な繰り返しの午後、店のドアベルがチリンと鳴った。こんにちは。聞き覚えのある明るい声。顔を上げると、リナさんが少し緊張した面持ちで立っていた。いらっしゃいませ。何かご用でしょうか。俺は努めて平静を装い、事務的な口調で応じた。奥野さん。本日はどうしても、奥野さんにお願いしたいことがあって参りました。リナさんは息を切らし、どこか一生懸命な表情で切り出した。その手には、数枚の古びた写真と USB メモリが握られている。先日のギターの一件以来、彼女がこの写真館の敷居をまたぐのは、少なからず、勇気がいったことだろう。その表情からは、頼みづらい相手に無理を承知でお願いに来た、という緊張感が、ひしひしと伝わってきた。実は、
今度の番組で街の歴史を振り返る特集を組むことになったんです。それで、なんとか古い写真資料をいくつか集めたのですが、これをデータ化して、できれば少しでも綺麗に修復していただける方を探しているのですが、どこもかしこも手一杯だと断られてしまって、もう後がなくて、奥野さんしか頼れる方がいないんです。彼女は少し申し訳なさそうに、写真と USB メモリをカウンターに置いた。写真を見ると、確かに痛みや色あせが目立つ。なるほど。まあ、専門ですから、お受けできないことはありませんが、俺は写真を手に取り、一枚一枚確認する。正直、面倒な仕事ではあった。今の俺には、何かに積極的に関わる気力など、ほとんど残っていないのだから。本当ですか？よかったです。リナさんは心底ほっとしたように胸をなで下ろした。その一生懸命な様子に、俺は少しだけ、ほだされそうになる自分を感じた。わかりました。いつまでにご入り用です？できれば今週中には、厳しいでしょうか。リナさんは懇願するような目で見つめてくる。俺は一瞬ためらった。正直、かなり手間のかかりそうな写真ばかりだ。特に一枚、焼け焦げと水濡れの跡がひどく、ほとんど何が写っているか判別できないものまである。これは、他の業者なら、まず間違いなくサジを投げるだろう。やってみましょう。ただ状態によっては、完全に綺麗にするのは難しいかもしれませんよ。特にこの一枚はかなり厳しいですが、俺がその最も状態の悪い写真を指さすと、リナさんは顔を曇らせた。そうですよね。これはもう諦めるしかないかと。いえ、諦めるのはまだ早いです。少し特殊な処理が必要になりますが、完全に元通りとはいかなくても、ある程度までは復元できるかもしれません。本当ですか？数時間後、俺はスタジオの作業台で、リナさんから預かった写真の修復作業に取り組んでいた。高解像度スキャナーでデータを取り込み、専用のソフトを使って、丁寧に傷や汚れを消していく。色あせた部分には、かつての色彩を蘇らせるように調整を施す。問題の写真は、通常の修復方法ではどうにもならなかったため、俺は以前、個人的に研究していた画像解析のアルゴリズムを応用し、わずかに残った色素情報から元の画像を再構築するという、ほとんど力技に近い方法を試みていた。それは地道で、かつ極めて集中力を要する作業だったが、不思議と苦にはならなかった。作業の様子を、リナさんは固唾を飲んで見守っていた。俺がマウスを操作し、複雑なコマンドを打ち込むたび、モニターの中の絶望的だった写真が、まるでパズルのピースがはまるように少しずつ、しかし確実に元の姿を取り戻していく。焼け焦げで見えなかった人物の輪郭が浮かび上がり、水の染みで滲んでいた背景のディテールが鮮明になっていく。すごい。奥野さん。本当に魔法みたいです。あんなにひどかった写真がこんなに。彼女は小さな声で簡単の声を漏らした。その声にはもはや驚きを超えて畏敬の念すら込められているように感じられた。別に大したことではありませんよ。長年やっていればこれくらいは。俺はぶっきらぼうに答えながらも、内心では少しだけ誇らしい気持ちになっていた。誰かに自分の技術を純粋に称賛されるのは久しぶりのことだった。集中してモニターを見つめ、細かな調整を続けていると、ふと無意識のうちに鼻歌を口ずさんでいた。それはかつて俺が敬愛し、その超絶技巧に憧れて何度も練習したギタリスト、リカルド・バルガスの難解なギターフレーズの一部だった。はっとして口をつぐんだが遅かった。奥野さん、もしかして今のってリカルド・バルガスのソルナシエンテのフレーズですか？リナさんが遠慮がちに、しかし確信を持ったように尋ねてきた。俺は一瞬、心臓が跳ねるのを感じた。まさか、このフレーズがわかるとは。ええ、まあ、よくご存知ですね。平静を装って答えたが、自分でも声が少し上ずったのがわかった。私、学生の頃、少しだけクラシックギターを習っていて、リカルド・バルガス、すごく好きでよく聴いていたんです。まさか奥野さんもお好きだったなんて、やっぱりギターもお好きなんですね。
リナさんの瞳がキラキラと輝いている。その純粋な好奇心と共感の眼差しに、俺はどこか懐かしさを感じた。たしなむなんてレベルじゃないですよね。先日、偶然聴かせていただいた奥野さんのギター、私本当に感動したんです。あの音は、ただうまいとか、そういう言葉では言い表せない、何か特別なものがありました。リナさんの瞳がまっすぐに俺を見つめてくる。その真剣な眼差しから、俺は逃れることができなかった。どうして、そこまで私のギターにこだわるんですか？佐伯さん。俺は作業の手を止め、彼女に向き直って尋ねた。リナさんは少し逡巡するような表情を見せた後、意を決したように口を開いた。少し、私の話をしてもいいですか？どうぞ。私、ディレクターとしてはまだ新人なんですけど、ずっと音楽に関わる仕事がしたかったんです。それは、音楽に救われた経験があるからなんです。彼女の声は少しだけ震えていた。子供の頃、私、すごく内気で、クラスにも全然馴染めなくて、学校に行くのが本当に辛い時期があったんです。毎日部屋に引きこもって、誰とも話したくない、何もしたくないって、そんな日々でした。彼女の告白に、俺は黙って耳を傾けた。そんな時、たまたまラジオから流れてきた一曲の歌に、心をわしづかみにされたんです。それは、有名な曲でも何でもなかったんですけど、その歌詞とメロディーが、まるで私のために歌ってくれているみたいで、一人じゃないよって、そう言ってくれている気がして、涙が止まらなくなったんです。リナさんの目には、うっすらと涙が浮かんでいた。その歌を聴いてから、少しずつですけど、前を向けるようになったんです。音楽って、こんなにも人の心を動かす力があるんだって、その時初めて知りました。だから私も音楽を通して誰かの心を少しでも明るく照らせるような、そんな仕事がしたいって思うようになったんです。彼女は一度言葉を切り、深呼吸をした。奥野さんのギターを聴いた時、あの時の感動が鮮やかに蘇ってきたんです。あなたの音には技術とか理論とか、そういうものを超えた魂が込められている気がしました。それは、まるで聞く人の心に直接語りかけてくるような、温かくて力強い何か。あの夜、あなたのギターを聴いて、私本当に心が震えたんです。そして、確信しました。この音をもっとたくさんの人に届けなきゃいけないって。彼女は一途な目で俺を見つめた。その瞳の奥には、音楽への揺るぎない愛と、そして、俺の音楽に対する強い信念が宿っていた。だから、諦めきれないんです。奥野さんの音楽には、人を救う力があると私は信じていますから。リナさんの言葉は、俺の心の奥深くに重く、そして温かく響いた。俺の音楽が誰かを救う。そんな大それたこと、考えたこともなかった。買いかぶりですよ、佐伯さん。私のギターにそんな力はありません。俺は、かろうじてそう答えるのが精一杯だった。だが、心の奥底では、彼女の言葉が小さな波紋を広げ始めているのを感じていた。凍てついた何かが少しずつ溶け出していくような、そんな感覚。そんなことありません。私にはわかります。リナさんはきっぱりと言った。もし、奥野さんが音楽から離れてしまった理由があるのなら、私には何も言う資格はありません。でももし、ほんの少しでもまたギターを手に取る気持ちがあるのなら、私は全力で応援したいんです。スタジオには沈黙が流れた。窓の外はいつの間にか夕暮れの茜色に染まっていた。写真の修復、もう少し時間がかかりそうです。今日はここまでにしましょうか。俺は無理やり平静を装っていった。リナさんのまっすぐな思いから少しだけ距離を置きたかったのかもしれない。はい、わかりました、奥野さん。今日は本当にありがとうございました。写真楽しみにしています。リナさんは少し寂しそうに微笑むと、深々と頭を下げてスタジオを出て行った。一人になったスタジオで俺は大きく息を吐いた。胸の鼓動がまだ少し早い。彼女の言葉が頭の中で何度も繰り返される。あなたの音楽には人を救う力がある。そんなはずはない。だがもし万が一、ほんのわずかでも、
俺の音が誰かの心に届くのだとしたら、俺は無意識のうちに、埃をかぶったギターケースに手を伸ばしていた。冷たい金属の感触が指先に伝わる。開ける勇気はまだなかった。だが、以前感じていたような激しい拒絶感は薄らいでいるような気がした。リナさんの言葉は間違いなく、俺の心の奥深くに何かを灯し始めていた。それはまだか細く、頼りない光だったが、確実にそこにあるぬくもりを伴っていた。あのリナさんとの出来事以来、俺の日常には少しずつ変化が訪れていた。俺が修復した写真は、リナさんの番組で予想以上の反響を呼び、それ以来、彼女は定期的に写真に関する仕事を依頼してくるようになった。街のイベント記録、新しくオープンする店の紹介写真、時には番組のパーソナリティの宣材写真まで。奥野さんの写真はなんだか温かいんです。被写体の魅力がストレートに伝わってくるって局内でも評判なんですよ。リナさんはいつもそう言って屈託なく笑った。俺自身はまだ自分の写真に自信が持てずにいたが、彼女の言葉は乾いた地面に染み込む水のように俺の心を少しずつ潤していった。写真館の仕事だけでは感じることのなかった誰かの役に立っているという確かな手応え。それはかつて音楽に全てを捧げていた頃の充実感とは違う穏やかで、しかし確かな喜びだった。その日も俺はリナさんに頼まれていた写真を届けに FM さくらのスタジオを訪れていた。彼女のデスクとおぼしき場所に声をかけると、すぐに明るい笑顔がこちらを向いた。ああ、奥野さん、わざわざすみません。ありがとうございます。いえ、頼まれていたものですから、ご確認ください。俺が写真の束を差し出すと、リナさんは嬉しそうにそれを受け取り、一枚一枚丁寧に目を通し始めた。その真剣な眼差しを見ていると、俺も自然と頬が緩むのを感じる。いつからだろうか。彼女とこうして仕事の話をする時間が、俺にとって苦ではなく、むしろ待ち遠しいものに変わっていたのは。完璧です、奥野さん。今回も本当にありがとうございます。これで来週の特集もバッチリです。リナさんが顔を上げ、満面の笑みを浮かべた。その時だった。よー、佐伯くん。例のフェス準備は順調か？不意に背後から低く、しかし妙に耳につく声がした。振り返ると、そこに立っていたのは、いかにも業界人といった風景の派手なシャツを着こなした男だった。年の頃は俺と同じくらいか、少し上だろうか。腕には高そうな時計が光り、自信に満ち溢れた。というよりは、傲慢ささえ感じさせる笑みを浮かべていた。あ、高梨プロデューサー、お疲れ様です。リナさんの表情がさっと緊張に変わった。高梨と呼ばれた男は、俺には一別もくれず、リナさんの肩を慣れ慣れしく叩いた。頼むぜ、佐伯くん。今回の桜ミュージックフェスタ、うちの一押しのバンドがトリを飾るんだからな。絶対に成功させてもらわないと困る。わかるだろ？君のディレクターとしての腕の見せ所だ。その言葉には、激励というよりも、有無を言わせぬ圧力が込められていた。リナさんは、こわばった笑顔でうなずいている。はい、もちろんです。高梨さん、皆さんに最高の音楽を届けられるよう、全力で準備を進めています。その意気だ。まあなんか困ったことがあれば、いつでも俺に相談するといい。俺の人脈で、大抵のことはなんとかなるからな。高梨はそう言うと、ようやく俺の存在に気づいたかのように、寝踏みするような視線を向けてきた。そちらは？あ、こちらはいつも番組の写真でお世話になっている奥野さんです。奥野さん、こちらは音楽プロデューサーの高梨徹さんです。リナさんが慌てて紹介する。俺は軽く頭を下げた。奥野です。はじめまして。まあ、佐伯くんをよろしく頼むよ。高梨はそれだけ言うと、興味を失ったように、再びリナさんに向き直り、いくつかのしじめいた言葉を残して、颯爽と去っていった。彼の姿が見えなくなると、リナさんは大きなため息をついた。すみません、奥野さん。お見苦しいところを。いえ、大変そうですね。あのプロデューサーさんとのやりとりも。まあ、高梨さんはああいう方なので、でも才能は確かな方なんです。彼がプロデュースするバンドは
本当に素晴らしいんですよ。今回のフェスの鳥を飾ってくれるサイレントリバーブも絶対にたくさんの人に感動を与えてくれるはずです。ふと、リナさんが少し照れたように、もじもじとしながら俺に尋ねた。奥野さん、突然なんですけど、奥野さんのこと、下の名前でお呼びしてもいいでしょうか？え？俺は予想外の申し出に少し戸惑った。実は、うちの部に奥野さんと同じ名字の方がいらっしゃって、時々ちょっと紛らわしかったりするものですから、もちろんご迷惑でなければなんですけど。リナさんは早口でそう言うと恥ずかしそうに頬をかいた。その仕草がなんだか妙に可愛らしくて、俺は思わず苦笑した。ええ、構いませんよ。公平と呼んでください。本当ですか？やった。じゃあ、公平さんでいいですか？はい、公平で大丈夫です。じゃあ、俺もリナさんとお呼びしてもいいですか？今度は俺が尋ねる番だった。彼女の少し驚いたような、そしてすぐに嬉しそうにほころぶ顔を見て、なんだか心が温かくなるのを感じた。はい、もちろんです。リナって呼んでください。わかりました、リナさん。ありがとうございます、公平さん。リナさんは花が咲くような笑顔を見せた。じゃあ、公平さんの写真もフェスの会場に飾らせていただきますから、音楽と写真でこの街の素晴らしさを伝えられたらって思ってるんです。その言葉は、俺の心の奥底に眠っていた表現することへの欲求を静かに刺激した。それからも、俺は何度か FM 局に足を運んだ。写真の打ち合わせだけでなく、リナさんが忙しそうにしている時には、差し入れを持って行ったり、彼女の愚痴を聞いたりすることもあった。周囲のスタッフからは、佐伯さん最近なんだか楽しそうだね。奥野さんといい雰囲気じゃない？なんて、冷やかされているのを耳にすることもあったが、リナさんは、公平さんは大切な仕事仲間です。と、笑って交わしていた。俺自身も、彼女との関係をどう定義すればいいのかわからなかったが、少なくとも彼女と過ごす時間は心地よかった。そんなある日の夕食後、母さんがしみじみとした口調で言った。公平、なんだか最近少し顔つきが変わってきたんじゃないかい。前みたいにずっと眉間にシワを寄せていることも少なくなったし、何かいいことでもあったのかい？別に何もないよ。俺は照れ隠しにそっけなく答えた。でもお前が楽しそうにしているのを見ると、母さんも嬉しいよ。母さんは目を細め、それから少しだけ遠くを見るような目つきになった。父さんが今の公平を見たらなんて言うかね。無事にこの店を継いで、一人前に経営してくれて、立派になったなーって褒めてくれるかね。母さんの言葉は穏やかだったが、どこか探るような響きがあった。それとも、やっぱり公平には音楽の道に進んで欲しかったって、そう思ってるかしら。母さんの言葉がふと途切れた。その瞳には懐かしさと、そしてほんの少しの寂しさが浮かんでいた。父さんは俺が音楽をやることに反対だったろ。きっと今の俺を見てようやく肩の荷が下りたって満足してくれてると思うよ。俺は努めて明るい声で答えた。そうでも言わなければ心の奥底でくすぶっている音楽への未練が顔を出しそうだったからだ。そうだ、俺はこれでいいんだ。親父が残してくれたこの写真館を、そして母さんを俺が守っていく。俺は自分自身にそう強く言い聞かせた。父さんの話はもういいよ。俺は父の思い出から逃げるように席を立った。だが母さんの言葉は小さなトゲのように胸に残り続けた。そしてあっという間にフェスティバル当日がやってきた。会場となる駅前の広場には朝から多くの人が集まり、特設されたステージや飲食の屋台、そして俺の写真が展示されたブースも賑わいを見せていた。リナさんはスタッフ用の T シャツを着てインカムで指示を飛ばしながら会場中を忙しそうに走り回っている。その表情は緊張と期待で好調していたが、どこか誇らしげでもあった。俺は自分の写真が多くの人の目に触れているのを確認すると、少し離れた場所からその喧騒を眺めていた。空は快晴、絶好のフェス日和だ。このまま何事もなく、彼女の夢が最高の形で実現すればいい。そう願っていた。だが、メインステージの設営が最終段階に入った昼過ぎ、突如として
会場に不穏な空気が流れ始めた。それまで活気に満ちていたスタッフたちの動きが急に慌ただしくなり、インカムで怒鳴り声のようなものが飛び交っている。リナさんの顔から笑顔が消え、みるみるうちに青ざめていくのが遠目にも分かった。何かトラブルでも起きたのだろうか。俺の胸に嫌な予感が広がっていく。まるでこれから始まる大きな嵐の前の不気味な静けさのように。俺はいても立ってもいられず、リナさんの元へ駆け寄った。リナさん、どうしたんですか？何かあったんですか？リナさんは俺の顔を見るなり、今にも泣き出しそうな表情で震える声を絞り出した。浩平さん、どうしよう。メインゲストのサイレントリバーブが。サイレントリバーブがどうかしたんですか？出演できなくなったって、たった今連絡が。その言葉はまるで雷鳴のように俺の耳を打った。サイレントリバーブ。高梨プロデューサーが一押しだと豪語していたバンド。このフェスティバルの最大の目玉のはずだった。なんでですか？理由はなんで？それが、メンバーの一人が急病で倒れたって。でもなんだか様子がおかしいんです。高梨プロデューサーの事務所からの連絡なんですけど、歯切れが悪くて。リナさんが言い終わらないうちに、その高梨が数人の取り巻きを引き連れて、悠然とこちらへ歩いてくるのが見えた。その顔には、困惑や焦りの色など微塵もなく、むしろどこか満足げな、不気味な笑みさえ浮かべているように見えた。いやー、佐伯くん、大変なことになったね。高梨は、まるで人事のように言った。その声には、およそ心配しているとは思えない、軽薄な響きがあった。高梨さん、一体どういうことなんですか？サイレントリバーブは。いやー、本当に申し訳ない。うちの看板バンドが、こんな大事なフェスに穴を開けるなんてね。今朝方、ボーカルが急な高熱で倒れちゃってね。ドクターストップだよ。こればっかりはどうしようもない。高梨は肩をすくめてみせたが、その目は笑っていた。俺には、それが嘘だと直感的に分かった。この男が何かを企んでいる。そんな、じゃあフェスは？リナさんの声が絶望に染まる。まあ、鳥がいなくなっちゃったんじゃ、盛り上がりに欠けるよな。お客さんもがっかりだろう。佐伯くん、君の責任問題にもなりかねないぞ。大丈夫か？高梨の言葉は甘い毒のようにリナさんの心を蝕んでいく。彼は意地の悪い笑みを浮かべながらさらに言葉を続けた。まあ自業自得かな。君去年の秋にも俺の顔に泥を塗ってくれたことがあっただろう。忘れたとは言わせないぜ。リナさんの顔色がさっと変わった。あの時のこと、まだ根に持っていらしたんですか？私が高梨さんが推薦してくださったアイドルユニットではなく、番組の小さなコーナーでまだ無名のロックバンドを紹介し続けたこと。ああ、あの小汚いロックバンド。高梨は吐き捨てるように言った。俺が局の上層部やスポンサーにも話を通して鳴り物入りでデビューさせようとしていたあの可愛いアイドルユニットを差し置いて、お前はたかが AD の分際で自分の好みだけであの売れそうもない連中をプッシュし続けた。あの時俺がどれだけお前のせいで面倒なことになったか分かってるのか？上からもスポンサーからも突き上げられて俺のメンツは丸つぶれだ。高梨の声には抑えきれない怒りと屈辱が滲んでいた。でもあのバンドは本当に才能があって、実際にあの後インディーズチャートで1位になって。だからどうした？実力なんてどうでもいいんだよ、この業界は。売れるか売れないか、話題になるかならないか、それだけだ。アイドルの方がよっぽど金になったんだよ。お前みたいに青臭い理想論ばかり振りかざして、音楽の可能性だの、魂の叫びだの、そういう綺麗事で俺たちのビジネスの邪魔をする奴がいるから話がややこしくなるんだろうが。高梨は唾を飛ばさんばかりの勢いでまくし立てた。彼の目には音楽への敬意など微塵もなく、ただ金と権力への執着だけがギラギラと輝いていた。お前みたいなのがいると、俺たちが長年築き上げてきたやり方が通用しなくなるんだよ。だからな、佐伯くん。悪いがお前は邪魔なんだ。ここでおとなしく潰れてもらうのがお互いのためってもんだろ。彼は隠そうともしない悪意を込めて言い放った。彼の歪んだ価値観、商業主義の権下のような考え方、そして自分の意に沿わないものを力で排除しようとする傲慢さ、そのすべてがリナさんの純粋な音楽への思いを
無慈悲に踏みにじろうとしていた。そんな、ひどすぎます。音楽はビジネスの道具じゃない。リナさんの目から再び涙がこぼれ落ちた。自分の信じてきたものがこんなにも汚い論理で否定され、打ち砕かれようとしている。その理不尽さと悔しさに彼女は言葉もなく、ただその場に立ち尽くすしかなかった。スタッフたちもあまりの事態に顔面蒼白になり、ただ右往左往するばかりだった。楽しみにしていた観客たちにも何やら不穏な空気が伝わり始め、会場がざわつき始めている。私の夢が、みんながあんなに楽しみにしてくれてたのに。リナさんのおえつが俺の胸を締め付けた。彼女の純粋な思いを、音楽への愛を踏みにじる高梨のやり方が許せなかった。そして何もできずにいる自分自身にも強烈な無力感を覚えていた。ふと脳裏にリナさんの言葉が蘇った。奥野さんの音楽には人を救う力があると私は信じていますから。救う力か。そんなもの今の俺にあるのだろうか。だが目の前で泣き崩れるリナさんを見ているうちに、俺の中で何かが変わっていくのを感じた。このまま終わらせていいのか。彼女の夢をこんな形で終わらせてしまって本当にいいのか。リナさん、顔を上げてください。リナさんは涙に濡れた瞳で俺を見上げた。その瞳には深い絶望の色が浮かんでいた。もうダメです。終わりです。まだ終わってなんかいませんよ。俺は自分でも驚くほど力強い声で言った。そしてきびすを返し、写真館へと走り出した。リナさんの戸惑ったような声が背後で聞こえたが、俺は振り返らなかった。写真館の古びたドアを開け、スタジオへと駆け込む。隅に立てかけられた埃をかぶった黒いギターケース。親父の形見。震える手でそのケースの留め金を外す。ギーという鈍い音とともに蓋が開くと、そこには長い間眠りについていたアコースティックギターが横たわっていた。手に取るとずっしりとした重みが伝わってきた。ネックを握りしめる。指が弦の位置を覚えている。錆びついた弦、いくつかの傷。だがそれは紛れもなく俺がかつて魂を燃やした証であり、親父との絆だった。目を閉じると様々な記憶が蘇る。初めてギターを手にした日のこと。リカルド・バルガスのレコードを擦り切れるほど聴き、そのフレーズを一生懸命コピーしたこと。バンド仲間と笑い合った日々。そして父の事故。いや、今は感傷に浸っている場合じゃない。俺はギターを抱えたまま再びフェス会場へと戻った。騒然とするステージ袖で呆然と立ち尽くすリナさんの前に立つ。浩平さん、そのギター。俺がステージに立ちます。え？リナさんは信じられないという表情で俺を見つめた。周囲のスタッフも突然の申し出に戸惑いを隠せない。でも浩平さん、あなたはずっと人前では弾かないって。ええ、そうでした。でも今はそんなこと言っていられませんから。俺は彼女の目をまっすぐに見つめていった。俺があなたの夢を壊させません。リナさんの瞳が大きく見開かれた。その瞳にほんのわずかだが希望の光が宿ったように見えた。俺はステージマネージャーに事情を話し、急遽予定を変更してステージに立たせてもらうことになった。もちろん誰だこいつはという空気だったが、リナさんが一生懸命に頭を下げてくれたおかげでどうにか時間は確保できた。観客にはスペシャルゲストの登場とだけアナウンスされた。ざわめきはさらに大きくなった。スポットライトを浴び、ステージの中央に立つ。何年ぶりだろうか、この感覚は。心臓が早金のようになっている。だが不思議と恐怖はなかった。ただ目の前にいるリナさんのために、そしてこの会場に集まってくれた人たちのために、俺の音を届けたい。その一心だった。深呼吸を一つ。そして俺はピックを握りしめ、最初の音を紡ぎ出した。それは親父が好きでよく弾いていた物悲しくも美しい優しいメロディーだった。最初は少しだけ指が震えた。だが弾き進めるうちに指が、体が音楽を思い出していく。音が空気を震わせ、会場全体に広がっていく。観客たちのざわめきが少しずつ静まっていくのが分かった。一曲目が終わると、俺は間髪入れずに次の曲に移った。今度は俺が昔作ったオリジナル曲だ。激しい怒りや悲しみ、そして
ほんの少しの希望を込めた魂の叫びのような曲。ネックの上を指が滑り、弦が激しく振動する。忘れていたはずの感情が音となって溢れ出してくる。そうだ、俺は音楽が好きだったんだ。心の底から。そして3曲目。俺はかつて憧れてやまなかったギタリスト、リカルド・バルガスの最も難解と言われるナンバー、魂の風を弾き始めた。超絶技巧を要するそのフレーズは、かつての俺にとっても大きな壁だった。だが、今の俺には迷いはなかった。指が、まるで意志を持ったかのように正確に、そして情熱的に弦の上を舞う。複雑なアルペジオ、高速のカッティング、泣きのチョーキング。すべての音が完璧なバランスで絡み合い、一つの壮大な物語を紡ぎ出していく。観客は完全に静まり返っていた。ただ、俺のギターの音だけが会場を支配している。俺は目を閉じて演奏に没頭した。過去のトラウマも、未来への不安も、すべてが音の中に溶けていくような感覚。ただ今、この瞬間だけが確かに存在している。どれくらいの時間が経っただろうか、最後の音が長い余韻を残して消えていく。一瞬の静寂、そして次の瞬間、割れんばかりの拍手と歓声が津波のように俺に押し寄せてきた。地鳴りのようなその音は会場全体を揺るがし、俺の鼓膜を震わせた。目を開けると、そこには涙を流しながら拍手を送る観客たちの姿があった。リナさんもステージ袖で泣きながら何度もうなずいていた。大成功だった。俺の音が確かに届いたのだ。鳴りやまぬアンコールの音に、俺はもう一度だけステージに戻り、今度はリナさんのために作った優しく温かいバラードを演奏した。彼女への感謝と、そして未来への希望を込めて。演奏が終わり、ステージ袖に戻ると、リナさんが駆け寄ってきて、俺に抱きついてきた。浩平さんありがとうございました。本当に。彼女は言葉にならない感謝を涙と共に伝えてくれた。俺もその温かい涙に胸が熱くなった。その時だった。素晴らしい演奏だった。実に心が震えたよ。落ち着いた。しかし威厳のある声がすぐそばでした。振り返ると、そこには白髪混じりの髪を後ろで束ね、品のいいジャケットを着こなした初老の紳士が立っていた。その顔には深い感動と、そしてどこか懐かしむような優しい微笑みが浮かんでいた。まさか、俺は自分の目を疑った。その人物は、俺が子供の頃から、そして今もなお世界で最も尊敬するギタリスト、リカルド・バルガス。その人だったのだ。リカルド・バルガスさん、なぜあなたがここに？俺はあまりの驚きに言葉も出なかった。バルガス氏はにっこりと微笑んだ。少し休暇で日本に来ていてね。偶然この町で音楽フェスティバルがあると聞いて、ふらりと立ち寄ってみたんだ。まさかこんな素晴らしい才能に出会えるとは思ってもみなかったよ。彼は俺の前に進み出て、しっかりと俺の手を握った。君のギターには魂が宿っている。技術だけではない。深い感情と、そして何よりも愛がある。本当に感動した。ありがとう。ところで君の名前を聞いてもいいかな。奥野公平です。俺は緊張しながらも、はっきりと名乗った。その名前を聞いた瞬間、バルガス氏の表情がわずかに変わった。驚きと、そして何かを思い出すような、そんな表情。奥野公平君。彼は、俺の名前を反芻するようにつぶやいた。もしかして君は、奥野誠一さんの息子さんではないか。俺は息を飲んだ。親父の名前。なぜリカルド・バルガスが親父の名前を知っているんだ？はい。父は奥野誠一と申します。あなたは父をご存知なのですか？バルガス氏は少しだけ遠くを見るような目をして静かに語り始めた。ああ、よく覚えているよ。誠一さんのことは、もう随分と昔の話になるがね、彼から何度も熱心な手紙をいただいたんだ。私の息子公平があなたのギターに心酔し、来る日もあなたの曲を練習しています。どうか一度でいい。ほんの短い時間でいいから、息子の演奏を聴いてやってはいただけないでしょうかとね。その手紙には、
君への深い愛情と、そして君の才能への確信が痛いほどに綴られていた。俺は言葉を失った。親父が俺のためにそんな手紙を。正直に言うと、最初は戸惑ったよ。世界中から同じような手紙はたくさん届いていたからね。でも誠一さんの手紙には何か特別なものを感じたんだ。何度断っても彼は諦めなかった。その熱意に私も心を動かされてね。ついに一度だけならとお会いする約束をしたんだ。バルガス氏の言葉はまるで鋭い刃のように俺の胸に突き刺さった。だが約束の日は本当に急でね。確か君は学校の大切な行事があって、どうしても来られないとお父さんは手紙に書いていた。ですので当日は私一人で伺います。公平の演奏を録音したテープと、あの子が自分で書き写したあなたの曲の楽譜を山ほど持っていきますから、どうか聞いてやってください。そして、もし可能性があるのなら、あの子にアドバイスを。そう彼は書いていたよ。テープ、楽譜。親父は俺の演奏をバルガス氏に聞いてもらうために。しかし彼は約束の場所には現れなかった。時間になっても連絡もなくてね。どうしたのだろうかと心配していたんだが、数日後、日本の知人から彼が交通事故に遭われたと知らされた。私が約束した場所へ向かうその途中で、本当に言葉もなかった。君の演奏テープを聞くことも、君が書き写した楽譜を見ることも結局、叶わなかったんだ。バルガス氏の声は悲しみと後悔の色を帯びていた。俺はその場に立ち尽くすしかなかった。頭の中でバラバラだったパズルのピースが一つ一つはまっていく。親父が音楽に反対していたのは俺の将来を案じてのことだった。だが心の奥底では誰よりも俺の才能を信じ応援してくれていたんだ。それなのに俺は親父の本当の気持ちに気づかず、ただ反発し、そして事故の後は音楽から逃げ続けていた。涙が止めどなく溢れ出てきた。おえつが漏れるのを抑えることができなかった。親父への申し訳なさと感謝の気持ちと、そしてもっと早く気づけなかった自分への後悔と、様々な感情が濁流のように俺の心を飲み込んでいく。バルガス氏はそんな俺の肩をそっと、しかし力強く抱いてくれた。浩平君、君のお父さんの思いは決して無駄にはならなかった。今日の君のギターには彼の愛情と、そして君自身の魂がはっきりと宿っていたよ。天国のお父さんも今日の君のステージを見て、きっと心の底から喜んでいるはずだ。その温かい言葉に、俺はただ子供のように泣きじゃくるしかなかった。長年、心の奥底に封じ込めていた悲しみと後悔が、ようやく解き放たれたような気がした。親父の愛は確かにここに、俺の中に生き続けていたのだ。あの劇的な音楽フェスティバルから数ヶ月が過ぎた。俺の人生はあの日を境に、まるで嘘のように大きく変わっていた。フェスティバルでの俺の演奏、そしてリカルド・バルガス氏によって明かされた父との逸話は、瞬く間に多くのメディアで取り上げられ、大きな感動とともに日本中に、いや、世界中に広がっていった。インターネットを通じて、俺の演奏動画は何百万回も再生され、父への思いを綴ったコメントが溢れた。奇跡のギタリスト。魂を揺さぶる音色。そんな見出しがニュースサイトを飾り、俺の名前は一夜にして多くの人が知るところとなった。フェスティバル自体も予期せぬドラマと感動によって大成功を収め、地方の小さなイベントとしては異例の注目を集めた。責任者として奮闘したリナさんの手腕も高く評価され、彼女は FM さくらのエースディレクターとして一回りも二回りも大きく成長していた。あの悔し涙は今はもう輝く笑顔へと変わっている。一方、あの卑劣な妨害工作を目論んだ高梨はその後あっけなく業界から姿を消した。キャンセルされたバンドサイレントリバーブのメンバーたちが彼の圧力による虚偽のキャンセルであったこと、勇気を持って告発したのだ。さらに彼の過去の悪質な手口やパワハラ行為も次々と明るみに出て、彼は全ての信用と地位を失った。自らの歪んだプライドと嫉妬心によって彼は自滅したのだ。
彼がその後どうなったのか、俺は知らないし、知りたいとも思わなかった。ただ、彼のような人間が、二度と音楽を、そして人の心をもてあそぶことがないよう願うばかりだ。俺自身はというと、あの日以来、リカルド・バルガス氏が親身になってサポートしてくれるようになった。彼は俺を単なる昔世話になった男の息子としてではなく、一人のギタリストとして高く評価し、尊重してくれたのだ。浩平君、君の音楽には多くの人を引きつける特別な力がある。君のお父さんが信じた通りだ。その才能をもう眠らせていてはいけないよ。バルガス氏の言葉に背中を押され、俺は本格的に音楽家としての道を再び歩むことを決意した。彼とのレコーディングセッションは夢のような時間だった。彼のギターと俺のギターが重なり合い、一つの音楽を生み出していく。それは言葉を超えた魂の対話であり、俺にとって最高の学びの場となった。完成したアルバムは世界中で高い評価を受け、俺は憧れだったバルガス氏と共に世界各地のステージに立つ機会にも恵まれた。もちろん実家の写真館も続けている。いや、以前とは比べ物にならないほど忙しくなった。俺の成果であり、父の形見のギターが置かれているこの場所はいつしかファンの間で聖地と呼ばれるようになり、記念写真を撮りに来る人々が後を絶たないのだ。まあ、浩平、またお客さんだよ。ちょっと手伝っておくれ。母さんは嬉しい悲鳴を上げながらも生き生きとした表情で店を切り盛りしている。父が残したこの場所がこんな形で再び活気を取り戻すなんて誰が想像しただろうか。母さんの笑顔を見ていると俺も心から嬉しくなる。俺は音楽活動の合間を縫って写真館に立ち、訪れる人々の笑顔をカメラに収めている。かつて心がこもってないと言われた俺の写真。だが今は違う。音楽を通して再び心を開いた俺が撮る写真は不思議と温かい光を宿しているとリナさんが言ってくれた。音楽と写真、親父が愛し俺が受け継いだ二つの表現、その両方でこれからも人々を笑顔にしていきたい。それが俺の新たな夢となった。天国の親父もきっとそう願ってくれているはずだ。そしてリナさん、彼女は今や俺にとってかけがえのない存在となっていた。フェスティバルの成功を自信に変え、ディレクターとして目覚ましい活躍を見せる彼女の姿は俺にとっても大きな刺激になっている。あの運命のフェスティバルから1年が経った。ある静かな夜、俺たちはあの時と同じ駅前の広場が見える小さな丘の上にいた。眼下には宝石箱をひっくり返したような街の夜景が広がっている。隣には俺にそっと寄り添うリナのぬくもりがあった。あの日以来、俺たちは互いの傷も喜びも分かち合い、いつしかなくてはならない存在として深い愛情で結ばれていた。あの日からもう1年か。俺は眼下の広場を見つめながら感慨深くつぶやいた。まるでジェットコースターのような1年だった。本当にあっという間だったね。リナも柔らかな声で答えた。嬉しいことも大変なこともたくさんあったけど、でも浩平さんが隣にいてくれたから、私どんな時も頑張れたんだよ。彼女は俺の手にそっと自分の手を重ねた。その小さな手のぬくもりがじんわりと俺の心を溶かしていく。出会った頃のあの凍てついた心が嘘のようだ。このぬくもりを一生守り続けたい。込み上げてくる愛おしさに胸が締め付けられるようだった。俺はもう一度リナの手を強く握りしめ、意を決して口を開いた。声が少し震えているのが自分でも分かった。リナ、俺はもう君がいない人生なんて考えられないんだ。彼女が息を飲む気配がした。君といると俺は素直になれる。強くなれる。君の笑顔を見るたびに俺は心の底から幸せを感じるんだ。だから、俺は一度言葉を切り、彼女の瞳をまっすぐに見つめて続けた。俺の隣でずっと笑っていてほしい。嬉しいことも悲しいことも、これから起こるすべてのことを、君と二人で分かち合いたい。リナ、俺と家族になってくれないか。それは飾り気のない、俺の精一杯の言葉だった。言い終わると、心臓が張り裂けそうなくらい、激しく鼓動していた。リナの目から大粒の涙がポロポロとこぼれ落ちた。だが、その顔は今まで見たどんな時よりも美しく輝いていた。ずっと一緒にいてくださいね、浩平さん。囁かれたその言葉を、
俺は生涯の宝物として心に深く刻み込んだ。公私にわたる最高のパートナー。俺たちはこれから始まる新しい人生の物語を二人で愛を込めて紡いでいくのだ。俺はこれからもギターを弾き続けるだろう。そしてシャッターを切り続けるだろう。音楽と写真。二つの翼で誰かの心を少しでも温かく照らせるように。隣にはリナさんの笑顔がある。それだけで俺はどこまでも飛んでいける気がした。物語はまだ始まったばかりだ。